射しながら飛んでくれています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はバウンドディスクランチャーを作ってみようと思います。壁で反射する円盤をいい感じに発射してみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは反射しつつ攻撃性能もある円盤状の弾を作るために、こんな感じでダメージは低いけどよく跳ねる高反発ゴムと、ダメージは高いけど跳ねないセラミックスの刃を交互に並べて放射状に配置することで、どちらの性能も発揮できるんじゃないでしょうか。よし、とりあえずできたので、こちらの内側に火薬の取り付け場所を作って、軽量プラスチックの塊に向けて発射してみましょう。そうすると、勢いよく反射してくれました。でもノーダメージです。さらにどこかに反射して戻ってきているのも面白いです。今度は角度を変えて発射すると、なるほど、回転しているせいか不自然な反射です。でも今度はダメージが入ってますね。角度をさらに変えることで、2つの壁の間を反射しながらジグザグに進む様子も見ることができました。ダメージを与えるかどうかは運次第ですが、弾はこれで良さそうです。あとはこちらを連続して発射できるように、複製して重ねることで、16発くっついたものを作りました。上から順番に火薬と離してくっつけた古代の合金にレーザーを当てていくことで次々に発射されていきます。ここで試しに上からではなく下から点火していこうとすると、なんと綺麗に誘爆して16発を連射してくれました。これはこれで面白いですが、手で持って撃つことを考えると反動でうまく撃てそうにないので、上から一発ずつにしておきましょう。ここからは手に持って発射できるように、点火用のレーザーやベアリングを挟んで手から離さずに撃てるトリガー、狙いを定めるためのレーザー照準器、バッテリーなどを取り付けていきます。だいたいできたので、こちらを手に持って発射してみると、反射しながら飛んでくれています。特に最初の一発は2回反射して木を破壊してくれたので、バウンドディスクランチャーの名に恥じない素晴らしい結果が出ましたね。ダメージが入らないことが結構あるという不安定さはありますが、面白い武器ではあるので、よしとしましょう。これでバウンドディスクランチャーは完成です。カメラに向かって撃ってみると、なるほど。反応が結構ありますし、レーザー照準器の通りにはなかなか飛びませんね。ダメージだけでなく、飛ぶ方向にもランダム性があるので、普通の武器としてはかなり使いづらいと思います。早速近くにある木を狙ってみると、ダメージは不安定ですし、反射もあまりうまくいかないこともありますが、なんとか当たって破壊することができています。16発の相談数のおかげで、なんとかなってる感じですね。古代のロボットを狙ってみると、なかなかダメージが入らず、嫌がらせ程度の効果しかありませんが、偶然頭にいい感じに当たった時は、一撃で破壊することができました。そういうことはなかなかないので、ロボットには向かない武器ですね。さらに、古代のコアを狙うと、こちらもなかなかダメージを与えられず、何度もバウンドディスクランチャーを召喚しながら、長時間戦うことになりましたが、とりあえず当たることと、ダメージが入ることが両立すれば、それなりのダメージを与えて、破壊することができます。特に最終形態は、高度が高いせいもあって、なかなかダメージを与えられず、苦労しましたが、諦めずに打ち続けることで、なんとか命中させて破壊できたので、よしとしましょう。では、いつものように、
巨大な木から狙っていくと、時々ダメージを与えられますが、あまりにも効率が悪くて、木の葉っぱの自然回復速度を上回れず、破壊することができませんでした。こういう相手には向いていない武器ですね。でも、ドローン工場の壁を狙うと、的が大きいおかげもあるのか、バシバシダメージを与えて破壊できました。風力発電機を狙っても、ダメージさえ与えられれば、耐久力を順調に削れるので、しっかり最後まで破壊することができました。こういう相手には、それなりに使える武器ですね。それでは次は、こちらの雑魚キャラの大群を狙って、バウンドディスクランチャーを撃ってみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。いきますよ。くらえ。なるほど。ちゃんと反射して、まとめて当たってくれているみたいです。でも反射する加減にもムラがあるので、とりあえず16発の数の暴力で、なんとか数を減らしている感じですね。それでも、こういう柔らかい敵であれば、ゴムの部分が当たっても破壊できるので、有効な武器と言えるんじゃないでしょうか。それでは最後は、イエロースライムに効くように、それぞれの弾に銀の刃を貼り付けたら、こちらの巨大スライムを狙って発射してみましょう。果たして倒すことができるんでしょうか。よく狙って発射。なるほど。当たらないこともありますが、当たった時はノーダメージも含めて、かなりばらついたダメージが出ています。そのままどんどん撃ち続けていると、やったー！巨大スライムを倒しました。なぜか多段ダメージが入って、あっさり破壊することができました。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、バウンドディスクランチャーさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー